こんにちは。お元気ですか？最近急に秋じゃないですか。急に涼しくなってきましたよね。この急にっていうのをやめてほしいなって毎回思うんですけどね。徐々にね、だんだん暑さが和らいで涼しくなってくれると嬉しいんですけども、ある日急に結構涼しくなったりとかしますよね。なんか、あれ今日エアコンつけなくても大丈夫じゃないみたいな感じで、まあエアコンつけなくて窓を開けて風を入れての方がね、全然気持ちがいいんで、心地よいんでね、すごいいいなとは思うんですけども、急に寒くなったりとかするとね、体もね、この温度調整がね、自律神経が乱れたりとかもしますし、いきなり急激に温度が下がったりとかするとね、その辺の調整がうまくいかなかったりして、うまくアジャストしていくのにゆっくりじゃないとね、あのちょっとおかしくなっちゃいますよね。だからそれでちょっと体調を崩したりとかってしやすい時期ですよね。あと単純に今までの夏の装備で寝てたりとかするとお腹冷やしちゃったりとか、夜中に寒くて目が覚めちゃったりとか、そういうので風邪ひいちゃったりとか、そういうのもあるかもしれないですね。あと夏の疲れは秋に出るとかね、夏バテも秋に出るっていう風に言ったりすることもあるのかな。胃腸が弱ってたりとかしてるのが、秋とかにそれがより顕在化しやすいのかな。秋だからっていうよりも蓄積されたのがちょうど出てくるタイミングなのかもしれないですね。なので過ごしやすくはなりましたけれども、体がねなんとなく重だるいなって思ったりとか、そんな感じの時期になったかなって思いますので、無理せずにやっていけばいいかなっていうふうに思います。ここ最近もね、結構ちょっと私もお疲れ気味だったんですけれども、昨日はね、もう昨日は休む日にしようと思ってね、一日ダラダラしてやると思ってね、YouTube 見たり寝っ転がったりとかしてたんですけれども、なんかね、いまいち寝てても疲れが取れる感じがしなくて、そうそう。でもだからといって中途半端にパソコンとか開いてなんかやってたりとかすると結局休んでなくなっちゃうので、なんかそれでもちょっと今日はあの積極的に休むっていうのをやってみようっていう感じでね、ちょっと休んだりしたんですよ。で頑張ってジムに、いつもだったらジムにねそういう日は行ったりとかするんですけど、ジムに行くのもやめて、とにかく体がだるいんだから、そういう時に無理にせずに今回はちょっと休もうと思ってね、昨日はそうやって一日休んでたんですね。といっても一日って言ってもね、やっぱり夕方ぐらいからなんとなくそわそわしちゃって、パソコン開いて、夕方とか夜とか、何時間かなんかしてたりとかしたんですけれども、それでなんか結構じっとしてたり横になっててもあんま疲れが抜けたっていう感じしないなと思いつつね、一晩寝て朝起きて今日になって、今日は普通に頑張るぞって思ったんですけど、なんかね、前日に休んだことによってあの体の疲れがねしっかり表に上がってきた感じで、逆になんかね、今日結構体調的にだるくなっちゃったんですよね。だからなんかね、実際どうなのかは分かんないけど、感覚的には日に日にちょっとずつ疲れとか溜まってて、体調も万全ではないけども徐々に徐々になんか疲れとかだるさとかが溜まっていって、でなんか無理したらそのまま突っ走れるんだけど、一回休んだことによってそのなんとなくのだるさがパッと治るっていうよりも、
今まで感感じるこう感度が下がってたの不快とか体調悪いとかそういうのが一日休んだことによって表に出てきたみたいな。だからもともとベストコンディションではなかったところをなんかじわ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 なんとなく疲れを溜めてて、一回ちょっと休んだことによってそれを感じる感度は戻ってきたみたいな。だから逆に疲れを感じるみたいな、そんな風になんとなく感覚的に思いました。まあ実際はどうかわかんないけどね。なんかヨガとかさ、なんかそういう整体とかでもさ、好転反応で逆に具合悪くなるとかあるじゃないですか。そういうのに似た感覚なのかななんて思ったりとかしましたね。これがね、この若い頃とかだったらね、体調悪い、めっちゃ疲れたとか思ったらバタって寝て死んだように眠るっていうじゃないですか。死んだように寝て体が全力で急ピッチで回復してっていう作業を行ってくれたと思うんですよ、感度のいい若い体は。それがね、今のね47歳の私の体は多分バタって寝てもすぐに急ピッチで回復するっていう感じで、私の体の中の工場が働いてないのかなっていうふうに思いましたね。ただそれでもうポンコツになったっていうよりも、単純に時間がかかるというか、その辺がちょっとゆったりと段階を踏んで無理せずに徐々に良くなっていくみたいな感じなので、だから、昔みたいに体調悪くても一日寝てたら治るとか、疲れとかもちょっと昼寝したらすぐ回復するとか、そういうアホみたいな体力とかいうのはもうそういうシーズンは過ぎ去っているんですけれども、でも別にまあなんていうのかな、ちゃんと自分の体調とか感覚と向き合って、自分のペースでってことですね。同じ年代でも他の人とかね、そういう人とは個体差が絶対にあるはずなので、自分の感覚で無理せずにできるペースでやっていけばいいのかなっていうふうに思いますね。今ね、ホットのウーロン茶を作って飲んでるんですけど、ちょっとねお湯を入れた後にね、なんかちょっとYouTube のなんかで見ちゃって、うっかりちょっと長く置いちゃって、すっごい渋いやつ作っちゃってこのホットウーロン茶がめちゃめちゃ渋いっていうのがね、ちょっと失敗したなーって思ってるんですけどね。こうやってホットの飲み物を飲む感じになりましたよ。1週間前だったらね、本当に炭酸水とか飲みたいわっていう感じだったんですけれども、本当に気温が本当に急に秋になっちゃいますよね。でも秋はね、やっぱり芋栗かぼちゃというか、昔はね、女性の好きな食べ物といったら芋栗かぼちゃって呼ばれてたみたいですけども、秋の味覚ですよね。かぼちゃも秋なのかな、ちょっとかぼちゃは分かんないけど、芋と栗はね秋の味覚で美味しいですよね。最近はさつまいもとかもね、スーパーで買ってきてたまにおやつとして食べたりとかするんですけども、ちなみにね、私はさつまいもとかふかすっていう調理がめんどくさいので、炊飯器に入れて普通のお米の米飯をスイッチポンで終わりです。水をね1センチぐらいかな、ちょっと入れてスイッチポンですね。そうするとほっといてもできるし、ガスとかだとね火をつけてるのでちょっと見てなきゃなんないとか、そういうのもあるからね、そういうので炊飯器は便利に使ってますね。そうそう、最近はねみかんも買ったりとかしたんですよ。一昨日かな、早生みかん、早いみかんですね。でまだ青いみかんが売ってたんですよ。い
やったーと思って、私そういうね酸っぱいみかんがすごい好きなんですね。で早生みかんの中でも早生の早生だなと思ってそれを買ってきて昨日と今日と食べたりしてるんですけれども、本当に酸っぱくてね私好みのみかんなんですよね。でこういうのがね売ってるのが地方のいいところだなって思うんですよね。結構地場産のものを売ってるところがあって、そこで買ってきたんですけれども、そうそう、この引っ越してくる前の東京とかだとね、こういうみかんはまずスーパーには置いてないですね。もうある程度大きさがあってしっかり熟したみかん、黄色いみかんしか置いてなくって、そういう時とかでもね、なるべく私は酸っぱいやつ、酸味があるやつが好きだから、いつも小ぶりのみかんを買うようにしてたんですよね。大きいやつより小ぶりの方が味自体も美味しいし、なんかこう締まってて、そうだけどね、なんだろう、やっぱ地方とかに来るとね、そういう青いみかんとかも入手できたりとかして嬉しい限りなんですけども、でもどうなんだろう、一般的にはやっぱ甘いみかんの方が好きな人が多いのかな。あのなんだろう、品種改良されてなくて山に生えてるような野生っぽいみかんとかね、私結構好きなんですけども、どうですかね。でも果物全般結構私酸味があるのが好きですね。いちごとかも好きですけど、ちょっと酸味がある系のいちごとかの方が、野いちごっぽいやつとかね、ちょっとなんだろう、ちょっと泥臭いじゃないけど、ちょっと野生っぽい、そうそう、野生っぽい味がするやつの方が好きですね。うん。そうそう、なんかスーパーに行く時の道でなんとなく今思い出したんですけど、めっちゃ話変わるんですけど、あのうちからスーパーとか行く時にね、外に出てテクテク歩いてるんですけども、あの人ん家のね、近所の人ん家のね、改装工事なのかな、ちょっと分かんないですけども、大工さんとか飛び職っぽい人たちがこの家の周りに足場を組んで最近作業をしてたりするところが見かけるんですよね。たまたまそういうの2軒くらい見かけて、その時ねふとね、その職人さん、大工さんなのか左官さんなのかちょっと分かんないんですけど、その飛び系の職人さんの格好を見て、あれって思ったんですよ。っていうのも、あのタイツを履いてたんですね。あのタイツを履いて、その上に短パンショートパンツを履いてるっていうスタイルだったんですね。だから、へえ、最近のこういう飛び職っぽい人はこういう格好で作業するんだと思ってね、ちょっとね、へーって思ったんですよね。それでヘルメットとかかぶって作業してたりとかするんですけれども、そうそう、2件ともねそんな感じのスタイルで作業をしてて、なんかねすごくいいなーって思ったんですよ。もう見た目的にもね、なんとなく、なんだろう、この見た目っていうのはその洋服のファッション的な見た目っていう意味なんですけども、もう私もその見た目の方がこの服的に好きだし、なんかそっちの方がすごく仕事ができそうっていうか、そうそう、あとちょっと頭が良さそうに見えるなんか前の服が頭悪そうに見えるってわけじゃないんですけど、つまりね、前の服って、あれなんて言ったっけ、ニッカポッカでしたっけ、この裾の方がビロビロってなってるやつ、あの昔の飛び職の人たちが履いてた、なんか私のイメージだと紫とかそういう奇抜な色で、紫じゃない場合もあるかな、とにかくこの足首のあたりがビロンビロンになっててそうそう、ああいうやつね、なんかあれがね、なんかねいまいちちょっと古臭く感じてたんですよ。なんか昔っぽいファッションに感じちゃってたんですよ。最近感じたんじゃなくて、多分もう10年くらい前からそういうのを見るたび、なんかねあのファッションだけ昔っぽいなっていう風に感じてたんですよね。で、
なんかでもだいぶ昔にテレビかなんかで、なんで大工さんはああいうニッカポッカのビロビロしたのを着てるのかっていう理由で、こう何かね危ないものとかがこう現場にはいろいろあったりとかするので、ああいう風にビロビロしてるとそこがなんかこう裾が触れたりとかしてすぐ気づくとかさ、そういう説明だったんですよ。とは思ったんですけど、ちょっとねその説明をねテレビ見ながら聞いてた時納得いかなくて、確かにそういうのもあるかもしれないけど、それ以上になんかに引っかかって転んだりとかしそうじゃないみたいな風に思って、逆に危ないような気がするんだけどなみたいな風に思った記憶があるんですよね。そうそう、だから確かにビロビロしてたのがちょっと何かにこう触れて、ここに足場のこの辺に何かがあるんだっていうのがね、こうまるで触覚のようにねこう気づけるっていうメリットもあるのかもしれないけど、それ以上に何かに引っかかって転ぶとか、風の抵抗を受けるとかね、そういうデメリットの方が大きいような気がしちゃって、そのテレビで見たビロビロの日課ポッカのあの説明は納得いかなかったって記憶があるんですよ。だからね、この数日前に最近のそのとび職さんたちのタイツの上にショートパンツ短パンを履いてるっていうスタイルは、私的にはねその昔納得いかなかったその気持ちをねこう払拭させてくれるというか、やっぱそのスタイルがいいよねっていう風にね思ったんですよ。そうそう、その方が絶対動きやすいし、絶対、いいと思うって思いましたね。でね、今真夏にそういう格好をしてたわけで、だから多分ねタイツは涼感タイツみたいなやつだと思うんですね、おそらく。で多分このなんだろう、こうぴったりしたタイツでも場合によってはその方が涼しかったりすることってあるので、そうだからこの素材とかがね涼感タイツとかで UV カットとかもしてて、この揮発性とかがすごく良くてっていう場合は、その辺の普通のズボンよりも心地いいっていうパターンはあるかと思うんですよね。あとちょっと分かんないけど、おそらくこの気温がね人間の体温より高くなってきたりとかすると、場合によってはそっちの方が涼しい、素材とかにもよるけど場合もあんのかもしんないなっていう風に思ったりしますね。なんだろう、やっぱりその布と肌との間の空気とかによって寒いとか暖かいとか決まったりするのかもしれないので、ちょっとごめんなさい、これ全然私の勝手な根拠もないイメージなんですけど、多分なんかこういうイメージが湧いちゃうのは、昔ねスクーバダイビングとかをしてた時にウエットスーツってあるじゃないですか。ウエットスーツを着て入るんですけども、その時ちゃんとオーダーメイドで自分の体型にぴったり合ったのを作ったりとかするんですよ。で結局はこのウエットスーツがあったかいっていう状態にするには、このうんと肌とウエットスーツの間の水が温められるからあったかいっていうのをね、そういう理屈を聞いて覚えてた記憶があるんですけれども、だからそのウエットスーツがこう妙に隙間が変にできちゃったりとかすると、そこに水がこうガバガバになって、つまり外の水がいつもその中を通って外の水と同じ温度のなんかこの水になっちゃうから寒いんですよ。もしかしてそれと同じ理屈ってあったりするのかなとか、ちょっと調べてみないと分かんないですけど、なんとなくそう思ったりしたっていう話で、ちょっと話が飛んで何言ってたのかちょっと分かんなくなっちゃったんですけどとにかく最近のとび職の人が日課ポッカのビロビロじゃなくてタイツに短パンを
着てるっていうスタイルがねすごく私的にはいいねって思ったっていう話ですね。あとなんかやっぱりその格好の方がねすごくなんていうのかな、技術者っぽい雰囲気に見えて、なんかちょっと頭良さそうに頭良さそうっていうか、なんだろう、なんていうのかな、頭良さそうって言い方はちょっと語弊があるんですけど、あのちょっとね建築士の延長っぽいようなイメージ、なんかこう頭の中でそういうのをこそういうロジカルなことを考えながら現場でもやってる、すごくインテリっぽい雰囲気に見えるっていうか、これは私の勝手なあれですよねですけど、そんな風になんか見えたっていう感じですね。なんか効率が良さそうみたいな、そういうイメージはありますね。まあだからまあいろいろそういう外でのお仕事のこのユニフォーム的なものもまあいろいろ進化してってるんだろうなって思うと、ちょっと面白いなって思いますよね。ワークマンとかすごいいろいろありそうでいいですよね。うん、そうなんかね、まあ、スーパー行く時にねそんな風に思ったよっていう話でございました。はい、それではまた。